いろいろ気づかれたんですか10年くらい前ですかね。ご自分で設計は自分がして、はい、瀬戸から職人に来てもらってレンガを組んでもらって、僕の設計した通りこう積んでもらってます。この前工芸者の話があった時に、ええ、穴窯はなかなか建てないというようなことをおっしゃってましたけど、今回は何ヶ月ぶりくらいですか7、8年ぶりなんです。こんな時期だからいろんなテストをしてみたくて、前々からこの窯の性能を完全に引き出してないなっていう思いがあったんで、この窯の性能を引き出して、通常4日くらいかけて焼くところ、こう作った土もちょっと変えたりとかして24時間で炊こうと思ってて、次4日とかねかかるところを1日で終わらせるように、中の構造もだいぶ変えたんで。今回のために変えた。そうですね。そういう試験で温度上昇どのくらいで温度が上がっていくかなっていうテストが大きな目的で、中のものを取るとかいうよりもその窯の性能さえきちんと把握して完全に引き出してやればいろんな炊き方がまたできるので、それのテストなんですね。なかなか時間的に余裕がないとこういうこともできないので、火を入れたのは昨日です。昨日ちょっとアドリって言って、500度くらいまで上げて、で一旦やめて、でそれは中の湿気取りっていうかそういう意味もあったんで、今日朝から朝6時から通ってます。そこから24時間がスタート。そうですね。ということは明日の朝まで。できるだけ短い方がいいので、どのくらいで炊けるか。穴窯っていうと何日も何日も徹夜で炊きまくってイメージが強い。前炊いた時は4日ほどかかって焼いたんですけど、それが普通かな、穴窯としては。じゃあ中に入ってる作品は穴窯用としてずっと作りためておっしゃったわけですか？いやこういうことやろうと思って作り出したのが大体1ヶ月くらい前で、他の仕事もあるんでその合間縫ってこのためにこう作った大体1ヶ月くらいですね。毎日の過ごし方で何か変化はありますか？コロナの影響で僕は土日毎週ワークショップを峠寺の方でしてたんですけど、それがなくなったので、すごくゆったりと暮らしてる気がします今は。こんな感じだったんですね。最初は真珠湾で買って東南アジアの方で買って練習用で我々もう日本強いもういつね戦争勝つんだみたいな感じだったのが、だんだん少しずつ負けてきて、で国内の方にだんだん経済の影響が出てきて配給が始まったりとか、少しずつまたでこう締め付けられるような。時代の変わり目ってこんな感じなのかもしれないですね。次の時代ね、もっと人間的って言ったらいいけど、より良いね世界ができるようになった。